戦闘の監獄のリセットプレイやってくで。よろしくお願いします。前回までのあらすじ。明かりをつけて隠し扉を探しながら魔法使い呪文レベル3の封印解除。今回は地下5階から。封印は僧侶レベル3やろうな。ほな行ってみよう。はあ、下り階段はいや。この階で最初に見つけたものが下り階段。なるほど、こういう感じな。またワープ系のマップかな。床には一枚の紙切れが落ちていた。元は書物だったのだろうか？破り捨てられた跡がある。迷宮18日目。ほほう、アイテムの魔法だけは自由に使えるみたいだな。この先はこれらが命綱か、血とかさばるな。そうなんよ、かさばるんよ。傷薬とかは拾ったそばから消費してる。この回も四隅が同じ構造してるパターンっぽい。探索しやすいのはいいけど、動画的にはほぼカット。隠すのも久しぶりやな。そういえばいたね。ああ、四隅の空白、明かりないと見えへん扉があんのか。ダークドアとか言うみたいなんだけど、伝わりにくいので、いちいち明かりがないと見えない扉って言ってる。ここがそのダークドア。壁に張り紙が貼られていた。危険、この先のスイッチを絶対押すな。お前か。四隅のうち二つ目。壁に文字が刻まれていた。足元に気をつけよ、さもなくば。さもなくば。どうなるんや？足元って言うからには、レビテイトで回避できる罠かな。ピットか毒沼程度やったら、問題はないな。シュートで下の階の変なとこに落とされるのはちょっと困る。なおレビテイトは魔呪文レベル4、まだ解禁されてない。印だけつけて、後回しにしよう。三つ目、南西の角。壁に文字が刻まれていた。足元に気をつけよ、さもなくば。あら、こっちも。じゃあ残り一つの封印かな。どう見ても北西の角が正解やんな。ここ。壁に文字が刻まれていた。足元に気をつけよ、さもなくば。あれ、ここも。じゃあもう体当たりで行くしかないじゃん。痛い。外れか。ピット程度でよかった。ほなどっかの角の注意書きが引っ掛けで、そこに封印があるんか？部屋の片隅に石碑があり、文字が刻まれていた。古の契約において、僧侶呪文、レベル3を封印す。石碑に触ることなかれ。あったわ。嘘注意書きって地味だけどめちゃくちゃいやらしいよね。はい、もう見どころないのにも慣れた。
ネームモンスターズとマジックライト解禁、助かる。残りの角は、ピットでした。しかしショートカットがある気配がないな。戻る前に次の回をちょっと見てみよう。いくらなんでも遠すぎるから入ってすぐエレベーターって可能性もあるわ。というわけで6回。あれ進めない？あ、スイッチあった。これはさすがに押してええやつやな。開いた。壁に文字が刻まれていた。第二の街へようこそ。この迷宮にも慣れたかい？おう、次の街があるんか。ほなショートカットはいらんな。一旦戻らなくてよかった。これも鉄格子スイッチやな。まだ来たばっかりだから、忘却でも被害は軽微。おう、宿屋あった。この作業めんどいから、ここにもお風呂あるとええんやけど、あるんじゃないかな。むしろ MP の泉も欲しいと思ってる。注意書き。ないよね。何やのスイッチ。怖あかんやつやろ多分。壁に張り紙が貼られていた。無線飲食禁止。当たり前やろ。何か意味があるのか、ただのフレーバーテキストか。壁に張り紙が貼られていた。あれ、注意書き。じゃあさっきのスイッチは何？無線飲食と何か関係が？無線飲食したやつを処す、即死レベルのスイッチって可能性もある。こっちも忘却って線もあるけど、被害が少ないうちに押してまうべきやな。ミニマップだ。街やからあるんかな？何にせよありがたい。床には一枚の紙切れが落ちていた。元は書物だったのだろうか？破り捨てられた跡がある。迷宮7日目。迷宮にはいくつかの施設が存在する。寺院に宿屋、よろず屋と。しかしだ、あのよろず屋は、消耗品しか売ってはくれぬ。おそらく地上とつながるアイテムボックスを隠し持っているに違いない。アイテムボックスの話が出てきた。どう解釈したものか。よろず屋で売ったものは地上のお店の在庫に並ぶっていう意味にも取れるし、いずれアイテムボックスが使えるようになる可能性を示唆してるようにも読めるな。ただ、アイテムボックス使えると持ち込み不可の選定崩れるしな。やっぱり地上に転送してますってだけの意味かな。あ、問題のよろず屋。もちろん売ってるのは消耗品だけ。壁に張り紙が貼られていた。武器庫。保管物はドジャー商店に搬入済み。これは確実に、ここで売ったものは地上に並びますの意味やな。ワンチャンアイテムボックスないかと期待したけど、あるはずもなく。寺院もあった。あとお風呂がないかと思ってるんやけど、さっきみたいにちまちま回復するの面倒だし。なかった。
よってこういう面倒な作業が必要になる。とは言うても、1階に戻るよりは多少マシか。次からは、ここを拠点に探索していこう。次回は、7階からかな。ではまた次回。